まずは右足を前に出して、こう揺らしていきます。血流良くして温めるイメージです。こうやって叩いてもいいですし、掴んで揺らしてもいいし、足をね、揺らしてもいいです。このふくらはぎの筋肉、脂肪が揺れる感じでやってみましょう。次は右足を倒して、ふくらはぎの骨の内側、揉んでいきます。この骨の下あたりですね。下から上に向けて揉んでいきます。痛気持ちいいぐらいで大丈夫です。で、上の方まで揉んでほしいんですが、特にこの下が硬いと思います。で、あんまり強く押しすぎるとあざになってしまうので、気持ちいいぐらいで大丈夫です。で、硬いところ見つけたら、そこを重点的にやってあげると良いと思います。よし、OK です。次は、この体勢のまま、アキレス腱を掴む。こういうイメージですね。こういう感じです。で、アキレス腱周りをほぐしていきましょう。こうゴリッという感じがあると思います。僕は両手で掴んじゃいます。すごい老廃物が溜まりやすいところなので、こうやってたくさん揉んでね。で、このマッサージの前後には、水分たくさん取ってあげるといいと思います。僕はこうなるべく毎日2リットルぐらい純粋な水をね、飲むように意識をしています。なんかどうしてもこう効果を求めて強くやっちゃいがちなんですけど、まあ強くやれば効果出るってわけじゃないので、痛気持ちいいぐらいでやってみましょう。で、次はこう土踏まずの内側、この辺ですね、上から押すイメージです。僕ちょっと扁平足気味なので、ここがすごい硬くなるんですよね。あとゴリッとしたのがいるので、それをこう重点的に上から押していきます。で、こうなぜ足の裏やるかっていうと、この後足の指もやるんですけど、こう足のこの辺からこう筋膜が全身につながってるんですよね。だからこう足裏とか足の指ストレッチマッサージしただけで肩こりとかも楽になります。次はこの親指母指球、ここの骨の下、ここを押していきます。で、僕は押したまま指を動かします。で、多分これつりそうになる、もしくはこんなに指が曲がらない方がほとんどだと思います。単純にね、こうやって両手で母指球の下を押すだけでも十分です。痛気持ちいいぐらいでやってあげましょう。余裕があれば両手で押して僕みたいにこうやって動かす。もしくは片手で押さえて手でね、サポートして指を動かしてもこんな感じでもいいと思います。OK です。次は僕の場合、この小指と薬指の間の筋肉硬くなるので、小指と薬指の間をこう裏からね、押していきます。で、この上の方だけじゃなくて付け根、この辺からこうやってほぐしていきます。で、これ、外重心、ヒールの外側がすり減る方とかはめちゃめちゃ痛いと思います。なのでね、これも痛気持ちいいぐらいで大丈夫です。で、このタコがあって痛い人とかは、そこ触らなくてもいいですし、ちょっとさするぐらいでも十分です。こう小指とね、薬指の間の筋肉をほぐすイメージです。OK です。次は足の指に手の指をこうやって入れます。で、ガチャガチャ動かします。こんな感じです。これもね、指硬い人は結構痛いかもしれないです。なのでただ指の間にこうやって手を入れるだけでも十分この足の指の間の筋肉が緩まるので、これでもいいんですが、僕はさらに効果のためにこう左右にね、振ってます。こう呼吸はね、止めないようにしましょう。手をこうやって逆にしてもいいです。足の指のね、間を広げることが目的です。 OK です。次はくるぶしの下、この辺りですね、マッサージしていきます。さっきはこの土踏まずの上ら辺だったんですが、もうちょっとくるぶし寄りですね。で、僕はここを押しながらこうやって足首回します。くるぶしの下あたり押しながら足首回す。で、これそれぞれどこを押せばいいのって感じるかもしれないんですけど、どこが正解っていうのはないです。よっぽど激痛とかじゃなければ押しちゃまずいところってないので、こう押しながらね、痛気持ちいいところ探してあげましょう。呼吸はね、止めないようにして、
肩、力入れすぎないようにしましょう。よし、これで最後、ふくらはぎ全体揉んでいきます。両手でわしづかみにします。こんな感じで。で、硬いところ見つけたらね、こう重点的にやってあげると良いと思います。でどうしても肩力入りすぎちゃう方多いので、肩はね、力を抜きましょう。全体的にほぐしていきます。で、こう、筋膜が硬かったり、筋肉が硬かったりとか、もしくは筋肉の使い方が悪かったりとか、いろいろこうふくらはぎが太くなる、むくむ原因ってあるので、このおすすめの動画、一応僕全種類出してるので、ぜひね、時間があればやってみていただければと思います。これで右足終了です。左足を前に出してふくらはぎを揺らしていきます。こうやってね、グーで叩いてもいいし、掴んで揺らしてもいいし、足を揺らしてもいいです。脂肪と筋肉が揺れるようにやってみましょう。なかなかね、揺らすことってないんですけど、こう揺らしてみるとね、意外とブルブルっと思ったより揺れると思うので、こうなるべく大きく揺らして血流を良くしていきましょう。あんま肩に力入れすぎずに、呼吸もね、止めないようにしましょう。次、左足を外に開いて、ふくらはぎの骨のちょっと下、揉んでいきます。この辺ですね。ぐっと下から上に揉んでいきましょう。強度は痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。この下の方が硬い方は、下あたりね、重点的に行うと良いと思います。これふくらはぎのマッサージだけですごい種類が多いんですけど、実はですね、僕、ラーメン屋時代に5万円のふくらはぎマッサージ機を買ったんです。よし、OK。次、土踏まずの内側ですね。ここ、マッサージしていきます。そのマッサージ機を毎日ずーっと足突っ込んでたんですよ。で、それでも全然楽にならなくて、座骨神経痛とかになっちゃって、月に23回僕マッサージやってたんです。だからすごいお金もかかったんですけど、でもそれぐらいこうもう足裏とかふくらはぎがしんどくてずーっといろいろやりまくってたんですよ。で、だからこうもう自分の足も自分で触ってこれがいいかなっていうのが見つかったって感じですね。で、次はこの母子球のちょっと下あたり、親指の骨のちょっと下あたりを押しながら足の指を動かしていきましょう。両手でグッと押してもいいですし、足の指が動かない方は足の指を動かさなくてもいいです。逆にね、こう空いてる手で指をサポートしても大丈夫です。だから自分でいろいろ本当にふくらはぎが立ちっぱなしでしんどくて試してた結果、それで多分こんなに細くなったんじゃないかなと自分では思ってます。よし、 OK。 次は小指と薬指の間ですね。ここをほぐしていきます。結構ね、この外重心の方、ここ硬くなってると思います。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。でもこう今でももうトレーナー9年目になりますけど、やっぱりそのラーメン屋の時の癖で反り腰気味だし、ちょっとお腹出てるし、だから結局ここだけやって僕ふくらはぎだけすごい細いんですよ。だから太もも細いって僕褒められたこと一回もないんですよね、 YouTube でも。だから結局言いたいのは、これだけやってもダメですよと。反り腰もやんなきゃダメだし、太ももも全身やらなきゃダメですと。これは絶対今日伝えたかったです。次は足の指の間に手の指入れてこうガチャガチャ動かしましょう。ただ結構痛い方はこうやって間に指入れるだけでも足の指のね筋肉が緩まるので、これだけでもいいと思います。僕はこうやって左右に動かします。ね、痛気持ちいいぐらいで痛すぎない感じでやってみましょう。呼吸は止めないようにして肩力入れすぎないようにやってみましょう。次はくるぶしの下あたりですね。ここを揉んでいきましょう。僕はこう押しながらね足首を動かしたりします。ただこれ押すだけでも十分効果あると思います。余裕があればね、僕みたいにこうやって足首を動かしてみましょう。で、これ足の指って結局すごい大事で、手の指で考えてほしいんですけど、こう手の指がもしも曲がらなかったらなんか物持つのとかすごい大変じゃないですか。こうやって持たなきゃいけないし。だからでも足の指って皆さん硬くても違和感ないんですよね。これがすごい僕危ないと思ってます。で、最後ふくらはぎ全体揉んでいきましょう。だから足の指っていうのは本当はここまで曲がんなきゃダメですよ。本当はなかなかここまで曲がる人いないと思うんで、毎日やってね曲がるようにしていきましょう。で、こうよく痩せたらとか細くなったらなんかこう
そしたらそこまでストレッチ頑張りますみたいに言われるんですけど、ストレッチとかマッサージしなくていい体って存在しないので、だから僕習慣化って言うんです。こう楽にズボラに毎日ゆるーく続けれるものをね、ぜひ皆さん選んでいただければと思います。で、僕のこのふくらはぎマッサージと一緒にやった方がいいおすすめストレッチ、概要欄貼っておきますので、ぜひ時間あればやってみてください。お疲れ様でした。ぽっこりお腹反り腰レベルをチェックしましょう。動画が終わった後に再チェックすると変化がわかります。上向きに寝て膝を曲げた状態でスマホ見ながらやっていきます。息を吸って限界までお腹を膨らませます。ゆっくり膨らます。もう膨らまないってとこまで膨らましたら、ゆっくり吐く。吐きながらお腹をぐーっとへこませましょう。吐き切って限界までへこませて、もう一回吸って、限界まで吸って、ゆっくり吐きましょう。吐いて、しっかり吐き切って、よし、OK です。この膝曲げたまま、次は股関節を左右に倒していきます。あくまで休憩ストレッチなんですけど、股関節をね、ウォーミングアップのイメージで動かしていきます。これお腹なのになぜ股関節を動かすかというと、ぽっこりお腹をへこませるために腹横筋という筋肉が大切なんですが、骨盤からあばらにかけてついているので、骨盤に関係する筋肉は全て動かした方が良いと思います。よし、OK。